和平フレーズの3分割フライパンを買ってみました。同じヒルモグシリーズの2面フライパンはよく見るけれど、3分割はどうなんだろう。早速使ってみよう。エリンギの肉巻きとエビとエンドウのサラダ弁当を作ります。ズッキーニを5ミリくらいの厚さに輪切り。スナップエンドウは筋を取り、半分に切ります。ウインナーに切り込みを入れて、娘が好きなエリンギの肉巻きを作ろう。エリンギを適当な大きさに切り、豚肉で巻きます。薄力粉や米粉をまぶすとタレの辛みも良くなってプルッと美味しいけれど、毎日のお弁当作り、できるだけ簡略化して気楽に作ろう。頑張れる時だけ頑張ればいいや。卵に白だし、みりん、水を少しずつ。スナップエンドウは水を大さじ1くらい入れて蒸し焼きにします。この小さいところで卵焼き焼けるかな？できそうです。ただ、ちょっと火加減が難しい。卵に合わせて火を弱めるべきか、焦げないように卵を薄く手早く作るか。そのうち使い慣れてコツをつかめるといいな。スナップエンドウを取り出してそのまま冷まします。空いたところにオリーブオイルを入れてエビを焼きます。ウインナーをポイポイ移動。冷凍してあるおろしニンニクを少しエビに加えます。ズッキーニに塩、胡椒、粉チーズ、エビにもしっかりめに塩コショウを振ります。ズッキーニにオリーブオイルを追加。焼けたものをどんどん取り出したら、エリンギにみりん、酒、砂糖、醤油を加えます。お弁当作りにかかる時間の質問をよくいただくので、参考までに測っています。この日の調理時間は17分くらいでした。冷めたらエビにマヨネーズを混ぜます。3分割フライパン、すごく便利で毎日活躍しそう。一気に焼いちゃいたい時にいいですね。おかずを順番に作りたいときは2面フライパンの方が使い勝手が良さそう。娘が好きなおかずばかり詰めたお弁当。頑張れ、新社会人。詰める時間は3分くらいでした。詰めた後、ふりかけやごま、パセリなどトッピングがないか考えます。この日はご飯に塩昆布と梅干しをのせました。ポークチャップ弁当を作ります。4月からお弁当作りが始まった方も、いつも作っているベテランの方も、毎朝早起き、
大変ですが、一緒に頑張りましょう。パプリカ、ピーマンを細く切って、さつまいもも早く火が通るように細切りにします。スナップエンドウは筋を取り、この日も水大さじ1で蒸し焼き、水にさらしていたさつまいもも水気を切って焼きます。卵に白だし、みりん、水を少しずつ混ぜておいて、ビニール袋に米粉を入れ、豚ロース肉に塩コショウしたら、食べやすく切って、米粉をまぶします。もちろん薄力粉でもいいです。コメントで米粉をおすすめしていただき、とても気に入っています。ありがとうございます。さあ、どんどん焼こう。スナップエンドウを取り出して、卵を焼きます。卵液入れすぎて焼き色がつきすぎちゃったね。次は少ないから大丈夫。卵焼きができたら、パプリカ、引っ越し。さつまいもを取り出して、バターをのせます。パプリカには白だし、豚肉には酒大さじ1とニンニク少し、ケチャップとソース大さじ1ずつとコンソメをちょこっと加えます。絡めたら完成。調理時間は18分くらいでした。パプリカの白だし炒めはもちろんそのままでもいいのですが、食べやすいように海苔で巻くと、海苔の風味でさらに美味しくなります。冷めたらお弁当箱に詰めます。最初に切ってあるからケチャップだらけのお肉を切らなくていいので楽です。このさつまいもは焼いてバターを絡めるだけですが、とても美味しい。時間があるときはもう少し大きめのくし形に切ります。詰める時間は5分くらいでした。完成。簡単美味しいお弁当です。鮭
鮭のレモンバター弁当を作ります。鮭の両面に塩コショウを振って置いておきます。洗った小松菜は3センチくらいに切って、半分の長さに切ったえのきと一緒に600ワットで1分30秒温めます。パプリカ、ピーマンを乱切り。ズッキーニを縦に4つに切って豚肉で巻きます。時間がない朝のお弁当作りに使いやすい野菜は切りやすくて火の通りが早く水分が出にくいものです。皮を剥いたりアクを抜いたり火の通りに時間がかかるものは余裕のある朝の方がいいですね。ズッキーニやピーマン、小松菜やインゲンなどはパパッと作りたい朝に使いやすい野菜です。小松菜は冷水にさらして色止めしてから水気を絞ります。鮭の水気を拭いて薄力粉をまぶしたら焼きます。最近いろんなものの値段がじわじわと高くなってスーパーに行ってもあまり買わずに帰ってくることが増えました。これからもっと高くなるのかな？値上げに負けないようにうまくやりくりして対策を考えないと思います。我が家が一番見直すべきところはお菓子です。わかっちゃいるんですけどね。皆様何かおすすめの値上げ対策があれば教えてください。卵が焼けたらピーマン引っ越し。ズッキーニとピーマンに料理酒を少し。鮭にオリーブオイル。ピーマンはコンソメ少々で味付けします。小松菜の水気をしっかりとって、ズッキーニ肉巻きはポン酢と柚子胡椒。娘が好きな味付けです。小松菜は鶏ガラの素、ごま油、いりごまで和えます。お弁当作りは毎朝なので、副菜の調味料はシンプルでいいし、好みの味付けでパターン化していいと思います。鮭に料理酒を少しかけて、臭みを取ってふっくら焼こう。鮭を取り出したら、バター 10g、レモン汁小さじ2、塩少々と醤油をちょこっと。バターが溶けたら、鮭にソースをかけます。調理時間は21分くらいかかりました。冷めたら詰めます。おかずを立てかけるように詰めます。このお弁当箱は
深さがちょうどよくて悩まず詰められる。野菜もちゃんとたくさん食べてね。詰める時間は3分半くらいでした。ソースをかけてパセリとレモン、春らしいピックを刺したら完成。お魚好きの娘に大好評でした。ご視聴ありがとうございます。またね。